はい、哲也です。今日はね、バイデン政権余命丸年、カマハリ大統領誕生、トランプ政権奪取へというテーマでお話してみたいと思います。いきなりなんですけどね、あなたはバイデン政権ってあとどれぐらい持つと思いますか？なんかバイデン政権ってなんとなく誕生したみたいなんだけど、どこか存在感が薄くないですか？もうバイデン政権はそう長くない、そんな噂までネット上では流れ始めているようですよ。そこで今日はね、バイデン政権の余命の話をしてみたいと思います。もういろんな方がね言ってるので、皆さんの中にも同意される人も多いと思うんですけどね、バイデン政権ってそんなに長くは続かない可能性がありますよね。その理由は、バイデンさんには3つの問題があるからです。1つは体力の問題、2つ目は知力の問題、そして3つ目は信頼性の問題があると考えられるからです。まず体力の問題なんですけど、これはもう80近い高齢のご老人、いわゆる後期高齢者ですからね、大統領という激務を長くやり続けるのにはかなり厳しい面がありそうだということなんですね。次に知力の問題なんですけど、これはいつも言われているようにね、軽度の認知症の疑いがあるとかないとか、言われてますよね。事実だけを言えば、例えば娘さんと奥さんの名前を言い間違えてみたり、トランプさんのことをなぜかジョージと呼んでみたり、ブッシュさんならわかりますけどね、トランプさんにジョージって何でしょうかね。コロナによる死亡者数を21万人というべきところをなぜか2億1000万人と言ってみたりね、もう米国の人口の3分の2が失われているというそういう、イメージじゃないですか、これ。極めつけはですね、選挙前に我々はアメリカ政治史上最大規模の不正投票組織を作ったとカメラの前で豪語したことですね。まさにドミニオン・イン・パワーじゃないですか。実はこれには2つの説があってね、一つは本当は最大規模の不正投票防止組織と言いたかったんだけど、その防止という超重要な単語がなぜか、抜け落ちてしまったという説ね。もう一つはつい本当のことを言ってしまった、つまりうっかり口が滑ってしまったという説なんですね。どちらにしてもですね、認知機能上ちょっと万全とは言い難いレベルなんじゃないかなとね、思わないでもないですけれども。最後には信頼性の問題なんですけどね、これは昨日の動画でも取り上げたように、選挙前に主張していた、特に人権問題等に関して対中強硬姿勢を取ると言っていたんですけど、それが単なるポーズだけでね、実態は中国とはなあなあズブズブラブラブの関係だということがだんだんバレてきています。このままいくとね、気がつけば全て中国の言いなりになってしまっていて、また場合によっては息子の狩人が刑事的に追及されて、最近ね、狩人もだんだん AI にね探知されるようになってやばくなってきたそうなので、今日から呼び名をもう一度これひねり直そうと思うんですね。今日からね、そこで狩人ではなくズバリ何だと思います？そう、あずさ2号と言わせていただきます。狩人は次男さんなんでね、2号ってつくのも結構しっくりくるでしょう。そしてこれならね、さすがの AI もですね、しばらく探知できないと思いますよ。平成生まれの人とかでね、こんな昭和おじさんの話がピンとこないという方は、ぜひ狩人名曲でググってくださいね。すぐに謎が解けますからね。話がちょっとそれたので元に戻しますけどね、そのあずさ2号はですね、今でも中国とのビジネスをやってるそうなんですね。このままバイデンファミリーがあずさ2号を通じて CCP とこれまで通りズブズブの関係を続けていくとなると、
米国政府は CCP に付け入れられ、上手にコントロールされ、言いたいこともまともに言えなくなってくると。そしてガードが緩くなり、孔子学院や産業スパイ、千人計画などを通じて米国の先端技術が盗まれ続けたりすれば、中国が早晩米国を抜いて世界の覇権国家になり、ウイグル、チベット、内モンゴル、香港で起こっている人権弾圧の問題や、いわゆる経済植民地が世界に拡散する恐れもありますよね。そうなるとさすがのアメリカも手に負えなくなる。ということはもちろん台湾、尖閣、沖縄だって風前の灯火ってことになるでしょう。以上の3つの理由、つまり体力の問題、知力の問題、信頼性の問題のいずれかが一つでも深刻化すれば、僕はバイデンさんは1期4年を全うすることすら厳しくなるんじゃないかと思います。ひょっとしたらあと2年後の中間選挙の頃には早々に退陣し、カマハリさんに取って代わられる可能性もないとは言えませんよね。実際今でもカマハリさんはバイデンさんに代わって大統領的な職務を遂行していますよ。先日もね、カナダのトルドー首相やフランスのマクロン首相と普通に電話会談なんかやってましたからね。その内容もね、単なる挨拶レベルとかではなくて、トルドーさんやマクロンさんとはコロナ対策や気候変動、あるいは経済連携等の重大問題に関して相互に協力して取り組むことで合意したということなんですね。普通どこの世界でもそうだと思いますけどね、特に国同士の話し合いではやはりカウンターパートという概念があって、相手国とは対等というか同等レベルの地位の人がそれぞれ対応するのが普通なんですよね。だから茂木さんは米国相手ならブリンケン国務長官とか、中国相手なら王毅さんとか、楊潔さんとかね、韓国ならカン・ギョンファさんというか、ほら白髪の女性の外相がいたじゃないですか。そうか、最近チョンなんとかという別のなんか男性に変わったんでしたかね。いずれにしてもね、カウンターパート同士が対応するのが当たり前、世界の常識ってことなんです。にもかかわらずカマハリさんは副大統領という地位でありながら、自分がなぜかバイデン大統領に代わってそういった首脳外交的なことをどんどんやっているんですよね。そのことについてまともな説明すらしていないんです。だって歴代の副大統領が海外のトップと電話会談したなんて聞いたことありませんからね。例えばペンスさんが安倍さんと電話会談したなんてこと一回も聞いたことないでしょ。異例のね会談があってもいいんですけれどもね、いろんな事情でそういうこともあるかもしれません。でもその時はせめてね、今日はこういう理由でバイデン大統領の命を受けて何々国の首脳と電話で会談しました、今から早速大統領に報告します、詳しい説明はその後でくらい言うんじゃないですかね。それも全くないんですよ。なんか変だと思いません？もちろん海外までね出かけて行って会談するというなら体力や体調面を考えて代わりに行くということも絶対に考えられないというわけでもないでしょうけどもね。でも今回は基本僕なんかやってるズームみたいなものを使ってズームじゃないかもしれませんけどオンライン会議をするわけでしょ。体調や体力はそんなに関係ないじゃないですか。これ絶対に裏に何かがありますよね。これはもうね、先ほど言ったように結構早い時期にいつでもねカマハリさんがバイデンさんと交代できる下地を作っているようにしか見えないんですけどね。ちなみにカマハリ副大統領の旦那はダグラス・エムホフという名前の弁護士で、主に中国系のね大企業等との法律問題を担当しているようですよ。その意味ではね、カマハリさんは中国と利害が一致する面が大いにあると言えるかもしれませんね。そしてもし極左に近いとされるカマハリさんが大統領にでもなったら、米国はバイデン時代よりもさらに左傾化し、その分中国との関係は一層緊密化し、やがて気がついたら経済的軍事的な面で
圧倒的に凌駕されている。そうなると当然覇権も奪われ、世界の自由と民主主義が危険な状態に置かれることも十分あり得ると言わなければなりませんね。2023年あたりからは2024年の大統領選に向けて、おそらくトランプ共和党候補との戦いが始まります。どちらが国民的人気があるか。現役大統領として米国史上最多の7500万票以上を獲得したトランプさんと、民主党の予備選中ですら人気最下位あたりをうろついていたカマハリさんとでは勝負にならないでしょう。その時は不正選挙などの防止策も去年よりはしっかり取られていることでしょうから、結果は火を見るより明らかではないでしょうか。もちろん2024年まで待つことになるかどうかもわからないんですよ。もしカマハリさんまでもが何らかの政治スキャンダルで失脚するということも絶対ないとは言い切れませんからね。そんな日に備えてトランプさんは今、共和党議員の掌握、自前 SNS の立ち上げやトランプチャンネルの開設などなど様々な取り組みを開始しています。ぜひ応援していきましょう。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。